ます。こちらもポテトしかもデータぶつけてきてねともよろしくお願いいたします。じゃあですね、とんでもない数試行したらイフトボールの仕様が見えてきたぞー。やっていきたいなと思います。ということでイフトの仕様というのがはっきり見えてきたのでお話ししていきたいんですが、検証の大沼りというかね、これ今1週間ぐらいかけたのかな。結局ずっと検証して合間で検証してやってきて、やっと皆さんにお見せできるなというところにまで来たので、今日は動画にしていきたいなと思います。で、今回は本来であれば多分これ5本とかに分けてもいいかなっていう、それぐらいの内容なんですけど、ちょっとね分かりづらいなと思ったので、もう1本でまとめます。なのでめちゃめちゃ長いです、すいませんなんですけど、結構この過程もね意外に大事だったり、こういう過程が好きな人もいるかなと思ったんで、もうちょっとまとめて話しておきます。なので早送りとかでねガーって見ていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでまずはですね、そもそものことの発端を話していくとですね、瞬発力の検証を以前やった時にね、コメント欄でもかなりですね、スピード数値が88とかあったのかな、低すぎるんじゃないみたいな疑問が結構あったわけですね。その可能性もゼロじゃないかというところでですね、ちょっといろいろやってきました。で、そうするとですね、スピシンをね99にした状態でですね、シェフチェンコ、ムバッペ、あとね一応ベイルですかね、サイドバックにのベイルですね、この辺を僕の今のガチスカにはいないけど99になる選手たちをたまたまピックアップして、この3人を使ってですね、スピード数値を上げてない時と上げてる時とでどれぐらい違うんだろうみたいなところでね検証していって、違いがなければね、ほらスピード数値関係ないだろうって言えるなと思ってやってみたんですね。そうするとですね、確かにスピード数値関係ねえなという話にはなったんですけど、そんなことよりもですね、スピード瞬発が全員99なのにもかかわらずですね、ムバッペよりシェフチェンコの方が明らかに速かった。そしてシェフチェンコより明らかにベイルの方が速いという結論に至ったわけです。なんでってなってなんでだと思いますか？いや、これね、ちょっとサムネで言ってんのかなわかんないけど、僕もこの時はなんでだってなって、まずボディコンかみたいな、ボディコンがもしかしたら関係してんのかと思ったけど、ベイルがボディコン一番低いんですよね。ってことはなんかこのオフェイ戦とかそういうのでもないなとかで、そこで僕が思い立ったのがですね、身長じゃないかと、身長が高い方が速いみたいな感じになってんじゃないかなと思ったんですね。で、というのもですね、ウィーレ時代の時って身長でのスピード差っていうのが実はあったんですよね。ちょっと知らない人いるかもしれませんけど、ウィーレの時はね、身長低い方が速いっていう謎の仕様があったんですよね。その逆じゃないですけど、もしかしたらこの加速部分に関しては足長い人の方が速いみたいなね、そういうノリもあんのかなとか思ってですね、じゃあ低い選手でできる人でちょっと持ってこようかなというところで、極端に身長低い人どっかにいるかなと思って、ダービッツですね、160センチ台だと思うんですけど、これ持ってきました。で、スピシュン99にしてやってみました。これで遅くなるはずであろうというところですね。で、やってみたらですね、ダービッツの方がめちゃめちゃ速かったですね。明らかに速かったですね。はぁみたいななんでってなったんですけど、これ深夜でねちょっとこうまじまじとダービッツとベイルのね数値とかいろいろ見ながらこうやってた時に、ディフェンス戦か、そういうことってなってですね、ちょっとさすがに声めちゃめちゃ大きな声出ちゃったんですけど、ディフェンスセンス見ていくとムワッペよりシェフチェンコの方が高いんですよね。で、シェフチェンコよりベイルの方がもちろん高い。で、ベイルよりもダービッツの方が高いわけです。だから成り立つなというところで、確かに今思えば公式もディフェンスセンス影響するよみたいな話はしてたんで、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、過去にね検証をした時にねディフェンスセンスの影響がね見えなかったんですよね。なのでここも変わんねえのかなっていうのはちょっと勝手に頭の中でね固定概念があったので、発見がちょっと遅れちゃったなと思いましたね。じゃあこのダッシュの部分、ここに関してはディフェンスセンスと瞬発、これが影響してんのかなみたいなね感じはしたというところで、じゃあちょっとこれを確かめておこうというところで、バランスよく上げれる選手ということでセドゥフをね持ってきました。で、そうするとですね、オール80で最初ね、センス、スピード、瞬発全部80で測定して、その後にディフェンスだけ99、今度瞬発だけ99みたいな感じでねやっていったんですね。で、そうするとなんか瞬発力の方が微妙に速いかみたいな、ちょっと疑問ではあったんですけど、速いかみたいなデータになったんですね。で、そうするとじゃあ瞬発力の方が影響でかいのかなみたいな、ディフェンスセンスも影響あるけど瞬発力の方が影響でかいのかなみたいな感じになったんで、大枠は今捉えたけど、ちょっと1ずつ刻みでこう見ていかないとちょっと分かんないなと思ってですね、瞬発だけね
99までグワーってやって、その後ディフェンスセンスだけグワーっと99までね上げて1ずつ上げていって検証していきました。ちょっともうこの辺はだいぶ割愛するんですけど、これだけでもだいぶかかってるんですけどね。そうするとですね、結論から言うと大まかには分かったんですよ。大まかにはなんとなく分かってるわけなんですね。これぐらいの数値から速くなるのかなみたいな分かってきたんだけど、細かいところがねなんか分かんなかったんですね。てかブレがすごくあったんですね。で、なんでこんなブレがあるんだろうと思ったんですけど、よくこう今までの検証というか測定のね見ていたらですね、スタート位置っていうのがねあんま安定してなかったなというのが分かってきたわけです。で、そもそもこの検証方法なんですけど、ポテトの操作をねあんまり信用できなかったので、できるだけこうEFT上の仕様に沿った動きでやろうかなと思っていまして、でそれをどうしたかというと、ピッチの外にね駆け出していって操作を外すと選手たちがこう戻ってくるわけですよ。ピッチの中に自動的に戻ってくるっていうね、こう仕様があるんですけど、この仕様を使ってそこをスタートとして検証してたんですね。そうすることによって僕の操作ができるだけ少なくなるんで、EFT 上の仕様になるからブレが少なくなるであろうというところでやったんですけど、結論から言うとね、これがねブレがあったっていう話なんですね。これが結構ブレがあって、なんかねだいぶ違いが出ちゃったなというところで、この短い距離の1コマ2コマとかのブレってでかくなっちゃうので、それだとちょっと検証にならないなということで、この検証方法がダメだということがここで分かったわけですね。はいでこの時点でもう280本とか測定した後なんで、これをばっかしは本当に量こなして比べてみないと分かんないんで、しょうがないんですけど、一旦ここまでのデータ全部なしにしますデータ一回なかったことにしますという形になっています。これでもなんかこの時点でもう俺の心は折れそうだったんですけども、ここからはですねちょっと測定の方法を変えまして、選手の丸を線の上に乗せて、ここはねだから俺の操作ですね、ポテトのこの親指の操作で乗せて、しっかりぴったり合うように乗せてから iPad に動きをね記憶させた動きを発動させて測定していくと。でこれもね実は一筋縄では正直いかなくてですね、動作が入ってから走り始めるまでの時間っていうのも、これも実はねブレがあるんですよ。若干ではあるんですけどね、これは数値あんま関係なかったですね。選手の丸が大きくなってピッチのこのタッチラインっていうんですか、このラインをサイドラインを離れる瞬間、ここをね0秒としてやっていくと。なので一歩目踏み出した後ぐらいになるんですけど、そっからの測定になるんですけど、そうするとねこれめっちゃ安定した。これでも全然ブレはあるんですけど、この距離にしてはだいぶブレが少なくなるんで、これだったら検証できるかなというところで、やっと検証のところになっていってますということですね。はい、だいぶ重たいでしょう。大丈夫ですか皆さん、ついてこれてますかという感じなんですけど、ここからですねどうしていたかというとですね、セードルフで、センス80瞬発力95、センス95、瞬発力95みたいな感じで測定しました。そうするとね明らかに速くなったんですね。ということはちょっとねさっきもなんとなく大枠は分かっていたけども、ディフェンスセンスが確実にこのダッシュに影響しているということが分かったわけですね。じゃあもうこっから地道にやればいいかなというところでなっていくわけなんですけど、一旦ですね最高速度ってどの辺なんだろうなみたいなところでですね、ディフェンスセンスそして瞬発力、ここがね99になる人っていうのをねちょっと持ってきました。ガットゥーゾですね。ガットゥーゾが9999、ちょっとブースターも込みで100もいけるんですけど、これでねやってみたんですね。センス99、瞬発99、センス100、瞬発100で測定してきたんですけど、さっきのセードルフの95とあんま変わんなかった。ということは95以上になったらもう最高速度になってんだなということが分かってきたよということですね。今回のこの測定でいうとこの最高速っていうのは見えてきたんだけども、事の発端に戻るんですけど、じゃあスピードが本当に関係してないのかっていうのをちょっと確かめる必要があるなというところでやってきました。ガットゥーズを使ってスピード80でディフェンスセンス95、瞬発95、この状態とスピード、ディフェンスセンス、瞬発力全部95、この状態で比べてみました。そうすると全く同じでしたねと。スピード関係ないじゃんということがここで確実に言えるということが分かりました。ただ僕のね動画を見てる人は分かるかなと思うんですけど、ダッシュ測定っていうのを別でやってるわけです。これとはまた違うですね。その時はスピード数値が明らかに影響してる。なんなら瞬発力は影響してないですよ。ということはだよ、今回の測定では瞬発力とディフェンスセンスが影響している。スピードは影響してない。で過去に今までやってきているダッシュ測定では瞬発とかは一切関係なくてスピード数値だけが影響しているということが分かってるわけですよ。ということはね、瞬発力が影響している区間とスピード数値だけが影響している区間っていうのが明確に分かれてるはずだと。どこかでね切り替わるタイミングがどっかにあるはずだと
いうところで、これをちょっとまず確かめる必要があるなということで、今までこれ画面上でね縦に走っていくようなやつなんですけど、横方向でちょっとやってみました。芝生とかのね目印が分かりやすいんで横方向でやってみました。これもね何回か試行錯誤しながらやってはいるんですけど、ちょっともう今日は割愛しますけどね、測定してみたところですね、スピードが95、スピードが80、ちょうど選手の矢印がペナ出た後ぐらいから差がついていったって感じかな。本当に2秒1コマとか2コマぐらいからだんだん差がついていったと、1コマ以上の差がついていったという形になりましたよということですね。ということはですね、選手の丸の後ろの部分で測定をしているので、スタートの位置からスピード数値で差がつき始めたところの選手の後ろの丸の後ろの部分ですね、ここの距離、ここが瞬発力が影響している距離だよということが言えます。で大体で言うとなんですけど、ゴールティックエリアっていうのがあって、これが 5.5 メートルで、芝生の距離がですね、これ 5.5 というはちょっと短いですね。 5.4 とか、これ印見ればわかるかなと思うんですけど、 5.4 とかそれぐらいだと思うんですよね。でそうすると芝生 2.5 本分ぐらいです。ということは 5.4 足す 5.4 足す 2.7 になるので、大体約13メートルぐらいは瞬発力が影響している、瞬発力とディフェンスセンスだけが影響しているということが分かりました。でしかも、くしくもというかたまたまではあるんですけど、ここまでやってきた、ずっと測定してきたこの縦の検証のここの距離がちょうどね、多分ね瞬発力が最大限に影響されている部分と言っていいのかなと思います。これよりだから1メートルとか後ろになっちゃうとスピード数値が影響してくるという感じですかね。なのでじゃあここの測定は良かったじゃんかと、ちょうどええやんってなったという感じなんですけど、差が出始めたとしても1コマ以内の差が出てるぐらいかなと思うんで、ということでじゃあここが最大限の違いが出てくるとこなんで、じゃあもう変わらずね、ここでもう確信が得られたので、今までの検証をさらにいろいろ数値を変えてやっていこうかなと思います。でこっからはですね、95からどんどん下げていって、どっから遅くなるかなとかいうのをやっていったんですけど、そうすると92、92、ここを切ると遅くなるよねみたいな感じが分かってきたなっていうところですね。ではですね、こっからはちょっと確かめにもなってくるんですけど、本当にしらみつぶしな感じですけど、ディフェンスセンスと瞬発力、どっちの方が影響してるんだろうか、どっちの方が影響力が強いのかっていうですね、これをちょっとね確かめておく必要があるなというところで、もうひたすらにやっていきました。ディフェンスセンス99からもう瞬発は83とかで固定をしてですね、そこからディフェンスセンスを1ずつ下げていく。これはあと逆ですね。ディフェンスセンスを83に固定して瞬発力を99から下げていくみたいな感じで測定をしてきました。そのグラフがこちらです。はい、ということでほぼ一致しましたというところなんですね。ということはこれ何が言いたいかというと、影響力は同じなんですよ。ディフェンスセンスと瞬発力の影響力っていうのは同じ1対1の対の影響力という形になりました。ということはとにかくこのディフェンスセンスと瞬発力の合計ですね、この合計が一致していれば同じスピードになるよということになりました。はい、いやーこれそういうことなんだと、なんとなく分かってたような分かってなかったようなって感じですけど、本当にもう確実に1対1で影響してるんだということが分かりました。さあこっからは大詰めです。もうひたすらですね数値を1ずつ上げていってですね検証をしてきました。ディフェンスセンスと瞬発力の合計で話をしていってもいいんですけど、おそらくこの検証をやっていくとですね、じゃあオフェンスじゃどうなんのとかいう話にはなってくると思うんで、ディフェンスセンスと瞬発力の平均で考えた方が多分分かりやすいだろうなと思ったんで、平均数値というところで見ていきたいなと思います。じゃあグラフを見ながらね、皆さんには下にはきっと選手たちの映像が出てるだろうと思いながらやっていきたいなと思います。まずは平均が 72.5、これはほとんどの選手がこれぐらいには最低なってるんじゃないかなと思うんですけど、1秒間60個まで測定していて1秒何コマだったかっていう数値になってます。で60を超えてるってことは2秒2コマとか2秒3コマとかいう話ですね。なので 72.5 ここから見ていくとですね、2秒6コマとかなり遅い記録が出ていました。73になってくると、2秒5コマとか1コマぐらい速くなっているような印象で、75.5、この辺りからですかね、1コマぐらい速くなっていきまして、77、平均が77を超えるともう一段階速くなっていくという形になってました。なのでここまではですね、3、4とかごとに1ずつ上がっていくようなイメージですかね。で 78.5 になってくると、もう一段階速くなり、でこっからですね 80.5、80を超えてくると一つ速くなるんですけど、この後が見てください、めちゃめちゃ長いんですね。ここね80後半88とか
これぐらいまで変わんないよという数値になったんですね。はい。だからほとんどの選手がここに当てはまるような感じになってるんだと思うんですね、今現状。中盤の選手とかディフェンダーの選手でも、後半とかスタミナがなくなってくるともうここにほとんど入ってくるんじゃないかな。そんな感じかなと思うんですけど、なのでここはずっと変わらずと。で、88.5、88とか88.5、ここを超えてくるとですね、もう一段階速くなっていきました。で、90までが同じぐらいですかね。で、90.5、ここからはですね、もう一つね、速くなっていきました。で、あとね、こっからは正直そんなに変わんねえなっていう感じだったんですけど、95とか、この辺りから1個速くなっていて、最高速が速くなってるって印象ですかね。で、その後はね、200、100、100とか、ここはね、平均100とかまで上げてもそんなに変わんなかったんで、もうちょっともうここ割愛しちゃってます。ちょっともう僕の検証も死んじゃいそうだったんで、もう割愛してるんですけど、ほぼ変わんねえだろうなという感じになっているという形でしたね。はい、ということが分かりました。なので最高速の話をすると95とかを超えておくと最高速が出るよと、最初の13メートルに関しては最高速が出るよということが分かりましたよという形です。はい、ということですねなんとなく見えてきましたかね。はい。ということで、だいぶね、話しちゃってるんで、ちゃんとね、やっと数字で見えてきたんで、今日はいっぱい結論です。守備時のダッシュは芝生 2.5 本分がディフェンスセンスと瞬発力が影響している。ディフェンスセンスと瞬発力の平均が90よりも上回ってくると、イフトの使用上最高レベルで速くなるとします。はい、ということでかなり喋ってきたんですけども、どうですかね、見えてきましたでしょうか。特にですね、ディフェンスセンスと瞬発力の影響力が1対1だというところ、ここがねかなり重要なのかなと思いました。なので育成の方針というか基準はね若干変わってくるのかなとは思っております。人とかね、皆さんの使用目的とかによっては変わってくるのかなとは思っております。で、あとは今後ですね、もうちょっと守備の能力として評価が上がっていい選手っていうのも出てくるのかなと思っております。具体例で言うとですね、フォワード陣とかで言うと、最近来たところで言うとルンメニケとかね、この辺はですねディフェンスセンスも結構高いので、前線からね守備したい人とかに関してはちょっとこういうところはね意識しておくと良いかもしれないですね。カントナとかもそうですしね、そういったところはかなり意識しておくと良いかなと思っています。ガットゥーゾとかロブソン、ブライアン・ロブソンとか、あとはピルロとか、この辺もねバランス良くていいなとは思っていたり、あとはもちろんデサイとかによく使ってる人も結構いると思うんですけど、デサイとかなんかバランスいいタイプですかね。あとねジェラードとかね、こういうタイプも平均的に高いんで、バルベルデとかね、ああいうのはかなりディフェンス面でも影響力が大きくなってくるのかなとは思っていますね。センスもねかなり影響してるのは分かってるんで、瞬発が低い系のセンターバックとかですよね、ここの育成はちょっとねもう一回見直してというか、ちゃんとね合計がどれぐらいになってるのかな、平均どれぐらいになってるのかなっていう確認はしといた方がいいのかなとは思いました。ファーディナントとか、最近と言ってたところでスタムとかね、あとピケとかですかね、この辺はこうセンスが高いけど瞬発そこまで上げきれてないなみたいなタイプですね。この辺はちょっとね一旦平均どれぐらいになってんのかなは確認しといた方がいいかなと思います。スタムとかで言うとね、だいたい80とかそれぐらいで止まっちゃってる人も結構いるかなと思うんですけど、あとはセンスが例えば97とかで止めてたとしたらですね、97で止めて瞬発が80とかになっているとですね、平均としては80の後半とかにはなっているかな、88.5とか。そうするとですね、ちょっとスタミナとかで減っていくともう1個下のランクになっていったりとかねするんで、この辺はちょっとどう取るかにはよりますけどね。で、だからこれを見てどうなのかって感じですけど、13メートルで芝生 2.5 個分なんで、守備時の時の話をしていくと、ショートカウンターとかねラインが結構高いようなタイプだと割とスピードもね捨てきれないなって感じはするんですけど、逆に引いて守るタイプですね、ロングカウンターとかそういうタイプだと意外にスピードに振り切るよりはちょっと瞬発にも振っといた方がいいかなとかねいう形にはなってくんのかなとかね、いろいろ考察はできるかなと思うんで、結構幅広がって面白くなるかなと思うんで、ちょっとこの辺はねぜひいろいろ試してみていただきたいなと思います。で、あともう一つ、これはねちょっとおまけで言っとくんですけど、スタミナに関しては 60% を切るとマイナス4されますね。はい、
これはいつも過去で検証やってます。1とか2とかの話じゃないんですね。だから今回見せたグラフでいうと、このギリギリ超えるとかだと、後半 60% を切るとですね、もう下の段のランクになっていくので、そこはちょっと意識しておくと良いかもしれない。特にディフェンダーの選手とかね、変えることが少ないので、そういった意味ではこの辺はね、意識しておくと良いかなとは思いますので、念頭に入れていろいろね、育成とかやってみてください。で、逆に言えばスーパーサブとかの人に関しては、ここはね、そんな気にしなくていいなとかいう形になっていくんで、その選手の用途とかそういったものによってもいろいろ変えておくといいのかなと思いますので、ぜひね、この辺は参考にしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。めちゃめちゃ長くなってます。収録時間もなんかとんでもないことになってますけども、まとめた方がいいかなと思ったんで1本にまとめてしまいました。どうかな。まとめればまとめるほど僕の収入は減るんで僕は損しかしないんですけど、皆さんにはちょっとでもプラスになればなと思っております。そして今回の試行回数発表します。これ今みんな見てる。これが今編集画面なんですけども、これでバーってやってきたんですけども、これ測定のねデータで、こっちがねタイマーですね。これタイマーね、これタイマーなんですけども、今回のねこのずらーっと並んでいるこのいわゆる試行回数なんですけども、なんと800回超えました。意味わかんないよね。もちろんね、これはさっき言った通りの最初のね、もうチャラにしちゃった回数とかもあるんですけど、そういったものも含めると800回を超えたよという形になりました。本当にね、引いてます。意味わかんないんですけどね、とんでもない時間かけてるんですけどね。なのでちょっと正直ちょっと疲れちゃってるんですけど、なので皆さんよかったですね、この動画よかったら、このポテトお前頑張ったなと思った人ですね、コメント、グッドボタンですね、あとチャンネル登録してない人も押しといてください。あとハイプもしてくれたらすごく嬉しいなと思いますし、スペシャルサンクスとかにあったら全然いいんですよ、送ってくれ思いますので、ぜひねちょっと何かしらアクション一つね起こしてくれると、僕はそれだけでも嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい、というところで紹介いかがだったでしょうか。今回だいぶ長くなってると思うんですけど、またちょっとね分かりづらいなと思ったら、これをちょっとまた小分けにしてまた動画出すかもしれませんけど、はい、またよろしくお願いいたします。ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。